迷えるスピリットとの対話。スピリチュアルカウンセリングによる精神病治療の30年。カール・オーガスト・ウィックランド著、近藤和夫訳。第2節。実例、死後も肉体に執着するスピリット。その目的への準備として、霊団側はしばしば私の全く予期しない時にいろいろな現象を起こしてみせた。そのいくつかは私が医学部に籍を置いて間もない頃に起きた。ある日私は最初の解剖実験をその日から始める意図もなしに家を出た。したがって妻の潜在意識がその後起きた現象に何らかの関わりを持った可能性は考えられない。さて当日は学生は一つの死体を上下半分ずつ解剖することになった。最初の死体は60歳ばかりの男性で、私はその日の午後から下肢の解剖に入った。帰宅したのは午後5時頃だった。ドアを開けて中に入るや否や、妻の様子が急におかしくなり、妙な気分がすると言いながら、今にも倒れそうによろめいた。私が妻の肩に手を置いた途端に、ちゃんと身を起こした。何者かに憑依されていて、それが脅すような身振りをしながらこう言った。俺を切るとは一体どういうつもりだ。誰も切った覚えはないと私が言うと、そのスピリットはこう言って怒った。切ってるじゃないか。俺の足を切ってるじゃないか。私はこの男は私が今日解剖した死体の主で、大学からずっと家までつけてきたのだと理解がいったので、そのスピリットと語り合おうと思い、とりあえずその妻の体を椅子に座らせた。すると、こら、人の体に勝手に触らんでくれ、と言うので、自分の妻の体に触って何が悪いんですか、と言い返すと、お前の妻だと？一体何の話だ。俺は女なんかじゃない。男だぞ。と怒鳴るのだった。そこで私は、彼がもう肉体から離れて、今は私の妻の体を使って喋っていること、つまりスピリットとなって、ここへ来ており、肉体は大学に横たわっている事実を説明した。どうやらそのことが分かってくれたようなので、私はこう付け加えた。たとえ私が大学に置いてあるあなたの肉体を切っているとしても、それであなたが死ぬわけではないでしょう。あなた自身は今ここにいるんだから。すると彼は、なるほど、もっともな話だと答えてから、こう述べた。どうやら俺は死者の仲間入りをしたに違いないな。となると、あの古ぼけた肉体にはもう用はないから、勉強の材料になるのなら思い切り切り刻んで結構だ。そう言った後、突然、旦那、紙タバコを恵んでくれんかな。というので、私がそんなものは持ってないと言うと、今度はパイプをせがんで、一服やりたくてたまらんのだと言った。もちろん私は断った。妻はタバコを噛んでいる人を見ると、ひどく嫌がっていたから、この現象に妻の潜在意識が関わっていた可能性はないことになる。そして今はもう死者となっていることをさらに詳しく説明してやると、ようやく事情が飲み込めたらしく、妻の体から去っていった。後で死体の歯を調べたら、紙タバコの常習者であることが判明した。もう一つは私が実地教授の助手に指名され、学生の前で解剖することになった時のことで、ある黒人の死体が選ばれた。その日は何も手をつけずに帰宅したのであるが、その夜になって妻が憑依状態となり、こんなことを喋った。大将、この俺を切ってくれるなよ。私は、彼がもう死んでしまっていること、今は古びた肉体ではなく、女性の体を使って喋っていることを話して聞かせた。が、信じてくれないので、私は妻の両手を見させて、黒人の手ではなくて、白いでしょう、と言ってみた。が、それでも信じないで、それは白く塗っているからだよ。俺は白壁塗りが仕事だもんな。という、随分頑固なスピリットで、こんな調子の言い訳や弁解ばかりして、私の言うことを認めようとしなかったが、最後は特進して去っていった。スピリットが死という、ただの移行現象に気づかずに、信じられないほどしつこく肉体に執着していることを証言する例として、次のようなものがある。
シカゴの郡立病院で死亡した40歳ばかりの女性の死体が解剖室に安置されていた。死後7ヶ月経った翌年1月に、私を含む何人かの学生がその死体の解剖を指示された。解剖が始まった最初の日の夕方は、訳あって私は参加できなかった。その最初の解剖の2、3時間の間にどんなことが起こったのかは私は何も聞いていなかったが、なぜかその日参加した学生は二度とその死体に触れたがらなかった。翌日の午後は授業がなかったので、私は一人で解剖することにし、腕と頸部にメスを入れ始めた。すると解剖室は長い地下室の奥にあって、物音一つしないところなのに、解剖の途中で小さいがはっきりとした声で、私を殺さないで、という声が聞こえた。遠くから聞こえるかすかな声だったが、私は迷信的なところはみじんもなく、些細な出来事をいちいちスピリットの仕業にするタイプではないので、多分道路で遊んでいる子供の声だろうくらいにしか考えなかった。もっともよく考えてみると、その時それ以外に子供の遊び声は一切聞こえていなかった。翌日の午後も私は一人で解剖していた。すると床の上に丸めて置いてあった新聞紙がちょうど紙くずをくしゃくしゃに丸める時に出るような音を出したので、さすがの私も一瞬ドキッとした。が、その時も特に気にせずに、帰宅後も妻には何も話さなかった。そうした出来事をすっかり忘れていた数日後のこと、私の家で時折開いていたホームサークルが開かれた。霊媒の妻を通じて見えざるスピリットが代わる代わる語り、それも無事に終わって、いつもならそこで妻が入信状態から平常の状態に戻るのだが、その時はなぜか憑依状態のままの様子なので、私が確かめようと思って席を立って近づくと、妻がいきなり体を起こして平手で私をぶった。そしてこう言った。あんたに少しばかり言いたいことがあるのよ。そう言ってから私に激しく食ってかかり、少しの間揉み合った後、私が一体どうしたというのかと尋ねたところ、なぜこの私を殺そうとするのよ。というので、私は誰も殺そうとなんかしてませんよと言い返すと、いや、してます。私の腕と首に切りつけてるじゃない。殺さないでと大声を出して床の上の新聞紙を叩いて驚かせたのに、あんた知らん顔だったわね。そう言ってからケタケタ笑い出してこう付け加えた。でもあの連中はうまく驚かしてやったわ。この女性霊は生前ミニー・モーガンと言い、現在の身の上を説明するのに随分暇がいったが、ついに特進してくれて、高い世界を目指すように心がけますと言って去っていった。